はようございます。ビエンです。今回の動画は九州旅行におすすめ熊本県の観光スポット&グルメ紹介でございます。2025年5月に2泊3日のドライブ旅で熊本県を観光しました。その時に行ってよかったところを実際の映像付きでご紹介させていただきます。また観光した順番でご紹介するので、熊本観光モデルコースとしてもぜひ参考にしてみてください。ちなみにこのチャンネルでは全国を旅する様子や行ってよかった観光スポット紹介を投稿しております。チャンネル登録や高評価で応援していただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。そのワンタップが励みになるんです。よろしくお願いいたします。それでは早速ご紹介していきます。熊本旅行におすすめのスポットその1は俵山交流館萌えの里でございます。熊本空港から東に約7キロ、俵山のふもとにある施設でございます。南阿蘇の観光へ向かう途中に立ち寄りました。ここには新鮮な野菜や特産品、惣菜なども売っております。ちなみにこのアスパラ地区は美味しかったのでおすすめです。駐車場も広くドライブ旅行の休憩にもおすすめでございます。また 2,3 分ほど歩いていった場所には大人気アニメワンピースのキャラクターナミの像があります。営業時間は朝9時から夕方5時でございます。続いての熊本旅行におすすめのスポットは俵山峠展望所でございます。南阿蘇の西側にあり、熊本空港からだと約14キロの場所にあります。駐車場まではこんな感じの山道を登っていきます。そして駐車場からまっすぐ続く坂道を数分登っていくと展望所があります。ここからは約9万年前に起きた阿蘇の巨大噴火により陥没したカルデラの南半分を一望できます。また屋根や椅子などもあり、休憩がてら先ほどの萌えな里で買ったアスパラちくわをいただきました。続いての熊本旅行におすすめのスポットは道の駅阿蘇坊の里久木野でございます。南阿蘇にあるとても大きな道の駅でございます。レストランやカフェ、特産品売り場などが充実しております。またテラス席やこんな感じのフォトスポットもあります。ここでアイスを食べながら南阿蘇の絶景を眺めながら休憩しました。ちなみにこちらのお店でございます。そしてとにかくここはこんなに混むのっていう印象が強かったです。平日でも駐車場がかなり埋まっていました。ただ駐車場は何箇所かにあるので止められないということはないと思います。ちなみにお昼ご飯はすぐ隣にある赤牛の館でいただきました。窓側の席だと絶景を眺めながら赤牛丼を堪能できたのでとても良かったです。平日に行ったのでお昼でしたが待ち時間もなくすぐに座れました。営業日は不定休らしいので事前に電話した方が無難だと思います。熊本空港からは25キロ、車で40分くらいの場所にあります。続いての熊本旅行におすすめのスポットは南阿蘇パノラマライン展望所でございます。先ほどの道の駅阿蘇坊の里から10キロほど北に進んだ場所にあります。111号沿いにある展望所です。駐車場の目の前にあるので寄り道休憩などにもおすすめでございます。南阿蘇ならではの素晴らしい景色が広がっていました。続いての熊本旅行におすすめのスポットは草千里ヶ浜でございます。熊本県阿蘇を代表する観光スポットの一つです。標高約1100メートルの場所に広がるまるで天国のような絶景スポットでございます。また今の映像は1月の終わりですね。冬なんですけど季節ごとに雰囲気がガラリと変わるので夏と冬で1回ずつ観光するとかもおすすめです。そして5月はこんな感じです。緑がめっちゃ綺麗でね、気温もちょうどよくて最高の気分で観光できました。駐車場からね10分15分ほどね歩いて丘の上に登っていくとこんな感じで奥の方には大迫力の阿蘇中岳火口を見ることもできます。あとはこの道の雰囲気とかもねめっちゃ良かったですね。ただ足元に糞がねちょいちょいあったんでね、足元を見ながら進んでいかないとちょっと踏む可能性はありますね。結構な数落ちてました。そして駐車場は有料なんですけど周辺にはトイレとかお土産屋さんとかねカフェとかレストランもあります。アクセスは熊本空港から車で50分くらいの場所でございます。また草千里ヶ浜までの111号沿いの景色もすごかったのでドライブ好きな方はぜひ立ち寄ってみてください。続いての熊本旅行におすすめのスポットは阿蘇中岳火口でございます。世界有数の規模を誇る阿蘇カルデラ。中岳はその中にあり現在も活発な活動を続けております。そしてここではその火口付近を観光することができます。しかし火山ガスの状況によっては規制がかかってしまいそもそも通行すらできないという日もあります。
私が行った時は無事通行はできたんですけど、観光開始直後に火山ガスの濃度が上がってしまい規制がかかり、約1分ほどで観光終了となってしまいました。阿蘇火口見学の規制情報は事前にウェブサイトでも確認することができます。ちなみに阿蘇三条ターミナルから火口見学ポイントまでは有料道路となっており1000円でした。アクセスは熊本空港からだと約33キロ、車で1時間くらいかかります。続いての熊本旅行におすすめのスポットは上色見熊野今須神社でございます。ググったりすると基本的にどのサイトにも上色見熊野座神社になってるんですけど、正しくは熊野今須神社だそうです。この異世界へ続きそうなまっすぐ続く階段の風景がね、 SNS で話題になったとても神秘的な神社です。ご祭神はイザナギの命、イザナミの命でございます。ちなみに外国人観光客で結構混むので、ゆっくり記念撮影したい方は朝市がおすすめです。創建は鎌倉時代末期から室町時代だそうです。1月の終わりと5月とそれぞれの季節で行ったんですけど、階段が結構長いのと冬は道が凍ってるので、冬に行くのはそんなにおすすめはできないですね。ただ景色はめっちゃ神秘的です。そして本殿のさらに奥へと続く道を登っていくと右下と岩というものがあります。縦横10メートル以上もあり、竹岩立の命の従者喜八法師が蹴破ったと言われております。巨大な岩山を大きな風穴が貫いていることから、どんなに困難な目標でも必ず達成できる象徴として合格必勝のご利益があると評判だそうです。熊本空港から40キロくらい、車で1時間くらいかかります。続いての熊本旅行におすすめのスポットはよかよか亭でございます。阿蘇市にあるレストランです。こちらのお店で赤牛丼とハンバーグを堪能しました。赤牛丼も美味しかったんですけど、個人的にはハンバーグの方が美味しかったです。こんな感じで広々としたテーブル席があり、半個室状態でゆっくりと食事ができました。また私は平日に旅行することが多いんですけど、火水木なども営業しており、営業時間も11時から8時のためスケジュールが立てやすくてとても良かったです。阿蘇駅からだと車で10分くらいの場所にあります。続いての熊本旅行におすすめのスポットは湯の浦パーキングでございます。阿蘇の北側にあるビュースポットでございます。小国町を観光した日に朝一で立ち寄りました。朝早い時間だったからか季節の関係なのか、すぐ目の前に牛がいました。阿蘇駅から車で20分くらいの場所にあります。広大に広がる阿蘇の景色もいいんですけど、この道沿いの雰囲気も個人的には好きです。続いての熊本旅行におすすめのスポットは大観峰でございます。熊本県阿蘇を代表する観光スポットで大迫力の景色を見ることができます。駐車場から展望台までは10分くらい歩きます。途中の景色も最高です。ここも季節で雰囲気が全然違うんでね、何度でも行きたくなってしまうスポットです。いや本当に阿蘇ってすごいっすよね。ちなみに1月はこんな感じでね、茶色の風景になっております。そして5月はこんな感じで緑が綺麗でございます。設備がしっかりしていて、道も広くて、で駐車場も広くてですね、トイレや売店などもあります。また秋から冬にかけての早朝には神秘的な雲海が見れる日もあるそうです。早起きが得意な方はね、雲海を見に行くのもいいと思います。そしてアクセスは熊本空港から約1時間くらいでございます。阿蘇の北側にあります。続いての熊本旅行におすすめのスポットは道の駅小国でございます。阿蘇駅から北へ約30キロ、小国町にある道の駅でございます。小国町を観光した日のドライブの休憩で立ち寄りました。お土産や惣菜なども売っております。ここで販売していた地鶏飯や飲むヨーグルト、メロンパンがめっちゃ美味しかったのでおすすめです。ドライブ中ちょっと小腹が空いたなっていう時にちょうどいい量で値段も安く、しかも美味しかったです。営業時間は朝の8時半から夕方5時までで、定休日は基本的にないそうです。続いての熊本旅行におすすめのスポットは鍋ヶ滝でございます。熊本県阿蘇の北側小国町にあるカーテンのような雰囲気が特徴の滝でございます。落差は約10メートル、幅は20メートルあります。阿蘇のカルデラを作った約9万年前の巨大噴火でできたと言われております。そしてこの滝の雰囲気もめちゃくちゃ綺麗なんですけど、もう一つの特徴としてはここですね、滝の裏側を歩くことができます。奥に進んでいくとこんな感じの雰囲気になっております。
景色を楽しめるだけでなく、滝の裏側を歩くという貴重な体験もできてしまう、そんな観光スポットでございます。ただ滝の水量によってはね、風もすごいのと、あと普通に濡れるので、多少濡れたり汚れても気にならない服装がおすすめです。また滝の観光はウェブサイトからの事前予約制になっているので、詳しくはホームページをご覧ください。ただ平日であれば当日行っても多分行けなくはないと思うんですけど、ウェブで事前予約していた方が無難だと思います。料金は大人1人300円、営業時間は朝の9時から最終入場が4時半でございます。先ほどの道の駅小国から車で10分くらいの場所にあります。続いての熊本旅行におすすめのスポットは鉾杉さんでございます。小国町にあるレストランで、先ほどの道の駅小国から車で2分の場所にあります。阿蘇の食材を使った赤牛をメインの料理を堪能することができます。そしてここで食べたこのステーキがめちゃくちゃ美味しかったです。こんな感じで川沿いのテラス席からね、景色を眺めながら食べたというのもあるんですが、とにかく味が最高でした。ランチで考えるとなかなか高級な価格帯ではありますが、値段に見合った料理なのと、このロケーションがね、めっちゃいいなと思いました。誕生日や記念日にもいいなと思いました。営業時間は11時から15時、定休日は火曜日だそうです。続いての熊本旅行におすすめのスポットはおしと石の丘でございます。熊本県南小国町にある絶景スポットでございます。正直アクセスはそこそこですね。直線距離は阿蘇からそんなに遠くはないんですが、途中の道が細くて険しいのでちょっと運転は怖かったです。ただ駐車場からですね、15分ほど登っていくととんでもない絶景が広がっております。今まで見た絶景スポットの中でもかなり上位に来る素晴らしい景色でございます。またここには巨石群があり、岩の中には約4000年前のシュメール文字が刻まれていることから、歴史的にもかなり貴重なスポットだそうです。私が観光した時は雨が降っていたのでね、晴れの日にもう一回リベンジ観光したいスポットの一つでもあります。アクセスは阿蘇駅から車で40分くらいの場所にあり、料金は大人1人300円でございます。続いての熊本旅行におすすめのスポットは日野山温泉どんどこ湯でございます。阿蘇観光の午後、雨が降ってきてしまい急遽立ち寄った温泉です。サウナや水風呂、露天風呂もあり、旅の疲れをリフレッシュすることができました。営業時間は11時から22時、土日祝日は朝7時からだそうです。料金は平日が大人1人660円、土日祝日は770円だそうです。熊本空港から約20キロ、車で40分くらいの場所にあります。続いての熊本旅行におすすめのスポットは旬どころ五島別邸でございます。熊本市街にあるお店です。2日目の夜に利用しました。熊本名物を堪能できるお店で、どれを注文しても美味しくて提供も早くて大満足でした。また下通りアーケードの近くにあるので、熊本市街やこの辺りで宿泊する際の夜ご飯にもおすすめです。熊本駅からだと車で15分くらいの場所にあります。路面電車の通り町筋からだと歩いて2分くらいでございます。続いての熊本旅行におすすめのスポットは下通りアーケードでございます。長さ511メートル、幅15メートルの大きなアーケードでございます。ざっくり言うと大体のジャンルのお店があって、チェーン店も多いので、旅行中の買い出しとかね、消耗品の購入には困らないと思います。また熊本独特の雰囲気があったりね、散歩しているだけでも楽しかったです。続いての熊本旅行におすすめのスポットは二俣橋でございます。熊本県美里町にあります。2つの橋が直角に交わっていることから双子橋とも呼ばれております。ただ個人的な絶景スポットとしてはここのこっち側ですね。この大きなアーチの奥に見える川沿いの景色がなんとも神秘的で感動しました。橋の上からの景色も楽しめますし、橋の下に降りることもできて、川沿いはこんな雰囲気になっております。いや、最初ね、なんか観光スポットらしいから行ってみるかで寄ったんですけどね、すごいなんかね、独特な雰囲気で圧倒されてしまいました。熊本駅から約30キロ、車で4、50分くらいかかります。続いての熊本旅行におすすめのスポットは八角トンネルでございます。まるで異世界に続いていそうな、なんとも不思議な景色。八角トンネルは美里町にあります。先ほどの二俣橋から車で 2,3 分の場所でございます。駐車場から5分ほど細い道を歩いていくと八角トンネルがあります。ここは廃線となった遊園鉄道の遺構の一つだそうです。
トンネルを抜けた先はこんな感じの雰囲気になっており、下には川が見えました。足元がかなりぬかるんでいたので、雨の多い時期は汚れてもいい服装がおすすめです。続いての熊本旅行におすすめのスポットは霊台橋でございます。一級河川緑川の本流に架かる橋です。全長90メートルの巨大な石橋で日本最大級の規模だそうです。三里町から大和町へ向かうドライブ旅の休憩がてらに立ち寄りました。とにかくこの橋の雰囲気がめちゃくちゃ良くて散歩にもおすすめです。また橋の真ん中あたりから見るこの緑川の景色がとても綺麗でした。アクセスはちょっと遠く、熊本駅からも熊本空港からも車で1時間くらいの場所にあります。続いての熊本旅行におすすめのスポットは道の駅通潤橋でございます。大和町にある道の駅です。高速道路からも近く、熊本市街から宮崎県高千穂の中間地点にあるので、熊本県と宮崎県をセットで観光するドライブ旅の休憩スポットとしてもおすすめです。トイレや自動販売機、物産館やレストランもあります。熊本駅からも道の駅高千穂からも約40キロ、車で1時間くらいの場所にあります。続いての熊本旅行におすすめのスポットは通潤橋でございます。大和町を代表する観光スポットで、日本にある石造愛知橋の中で唯一放水ができるそうです。通潤橋は1854年に白糸台地に農業用水を送るため建設されたそうです。橋の長さは 75.6 メートル、高さは 20.2 メートルだそうです。また2023年には国宝に指定されたそうです。私が観光した時は5月で、残念ながら放水の時期ではありませんでした。ちなみに通潤橋見えるテラスからの眺めが良かったです。しかし橋よりもこの巨大なくまモンの方が印象的でした。存在感がすごかったです。続いての熊本旅行におすすめのスポットは五郎ヶ滝でございます。熊本県大和町にある大迫力の滝でございます。ビュースポットはいくつかあり、駐車場から5分くらい歩いた場所と、さらに奥まで歩いた吊り橋から見れるところと、もう一つは滝壺まで歩くこともできます。落差は約50メートルあり、大迫力の水しぶきを体験することができます。ただあまり人が来てなさそうな雰囲気もあり、道は険しいですね。で、雲がいたりとか虫がいたりとかするので、こんな感じで自撮り棒でブロックしながら進んでいきました。滝壺エリアまでたどり着くとこんな感じの雰囲気になっております。神秘的な雰囲気に圧倒されること間違いなしの絶景スポットでございます。道が険しいのと雨の影響がある日だとこんな感じでちょっとした川みたいになっちゃっているので、濡れてもいい服装で行った方がいいかもしれません。続いての熊本旅行におすすめのスポットはやむら館でございます。大和町にあるお店でランチで利用しました。ここのランチがとにかくボリューム満点でコスパ最強でした。あれもこれも食べたいという夢を叶えてくれるとても素晴らしいランチでした。ちなみに駐車場は斜め向かいの場所にあります。先ほどの通潤橋見えるテラスから車で3分くらいでございます。営業時間は昼が11時半から14時、夜は17時から22時だそうです。休みは不定休だそうです。続いての熊本旅行におすすめのスポットは白糸の滝でございます。阿蘇郡西原村にある滝です。この辺りの地層は阿蘇カルデラができる前の火山の溶岩でできているそうで、冷え固まる過程で壊れやすいブロックとなり、それが水の力で崩れて現在の滝となったそうです。またパワースポットとしても知られており、滝に向かって両手を広げて大きく深呼吸を3回すれば全身に滝からの気が満ち溢れてくるらしいです。維持管理費で大人1人100円かかります。駐車場から滝までは階段を10分ほど歩いていきます。熊本空港から車で15分くらいの場所にあります。続いての熊本旅行におすすめのスポットは色即是空でございます。空港や先ほどの白糸の滝から近かったため、熊本旅行の最後の食事で利用しました。この名物の瓦そば、麺がパリパリでなんか新食感でとても美味しかったです。また店内はこんな感じでとても風情のある雰囲気になっております。営業時間は11時から17時、定休日は火曜日だそうです。ちなみに熊本旅行の1日目はざっくりとこんな感じで回りました。熊本空港から俵山を経由して道の駅あそぼの里久木野で休憩して、でお昼を食べて
で草千里ヶ浜に行って阿蘇中岳火口を観光して、で東にある上敷見熊野井松神社を観光して、で北上していき、夜ご飯はよかよか亭でいただきました。ちなみにこの日のリアルな旅の様子も動画にしておりますので、ぜひね再生リストから熊本旅行の動画もご覧になってみてください。ちなみに2日目のルートはこんな感じでございます。阿蘇駅近くのホテルに宿泊してまして、朝一で出発して湯の浦パーキングで記念撮影して、で大観峰に行って、で一気に北上していって道の駅小国で休憩してからの鍋ヶ滝を観光して、でお昼ご飯に鉾杉で食べて、2日目の夜は熊本市のホテルだったので南下していき、途中にあるおしと石の丘を観光して、で雨が降ってきてどうしようってなって日野山温泉どんどこ湯に入ってからの一気に熊本市に移動して、で夜ご飯は五島別邸で食べて、で下通りアーケード散歩してっていうような感じですね。熊本旅行3日目に関してはちょっと移動距離があるのとなんかマニアックなルートなんで、ぜひですねこのドライブ旅の動画をご覧ください。また今回は5月の熊本旅行で2泊3日で回った場所の中から、25選をね紹介していますが、1年半くらい前にこちらの動画でね熊本市などの観光スポットも紹介してますので、よかったらぜひ見てみてください。鼻炎旅行では活動を応援してくださるメンバーシップ会員様を募集しております。メンバーシップに加入すると過去の非公開動画を見たりオリジナルの絵文字が使えるようになります。またスマホアプリからメンバーシップに加入すると月400円になってしまいますが、ウェブサイト経由で加入すると290円でございます。もしコーヒー1杯分くらいだったら応援してあげてもいいかなという方はぜひご検討ください。パソコンの場合は概要欄の URL から移動できますが、スマホの場合は一旦サファリなので鼻炎旅行で検索して、アプリではなくウェブサイトのまま YouTube に移動して、鼻炎旅行のホームのリンクを開いて下に移動して、ここからメンバーシップの画面を開くと400円ではなく290円の画面になります。てな感じで今回は熊本旅行におすすめの観光スポット&グルメ25選でした。ご視聴ありがとうございます。北海道から沖縄まで日本全国を旅行中。チャンネル登録高評価お願いします。